皆さんこんにちは。給料が下がった分、YouTube 活動でなんとかならないか、思案を巡らせている投資家、鴨原です。さて、今回の動画のテーマですけれども、インデックス投資。巷ではよく、投資の初心者におすすめというような紹介を見かけますけれども、実際おすすめできるインデックス投資と、そうではないインデックス投資という、しっかりとした線引き、これを皆さんは認識されていますでしょうか？インデックス投資の中身。投資信託の中でも上場しているもの、ETF であれば保有している銘柄や構成割合というのを把握することができます。そのことをご紹介した後に、インデックス投資の中でも種類によってメリット、デメリットがあります。その中で注意していただきたいものというのはテーマ系の投資信託、ETF、具体的にどういうところに気をつけるべきかというのを高配当をテーマとする ETF 例に出しながらご紹介したいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。ということで今回インデックス投資の中でもテーマ型のものには注意という大筋のお話をなぜ題材にしたかと言いますと、指数連動の ETF というと8割方の方、初心者におすすめの便利なパッケージ商品というようなイメージかと思います。実際投資信託中でも上場しているものを ETF と呼びますが、これは特に投資初心者、運用資金のまだ小さい方にとっては非常に便利なツールとなります。投資信託の運用会社、ファンドマネージャーにお金を集めることで分散投資を一点に引き受けてくれる。その投資信託にも種類がいろいろありまして、株式を運用しているもの、債券を運用しているもの、はたまたバランス型といっていろんな資産に割り振っているものありますけれども、投資信託として上場している ETF というものには必ず指数連動という条件が今現在はついています。当チャンネル株式を中心にご紹介していますので、今回も株式に投資している投資信託 ETF の問題点についてご紹介しますけれども、一般的に指数連動というものはパッシブという運用の範疇に入ってきます。パッシブというのは直訳すると受動的という意味合いですが、指数と同じパフォーマンスを目指すという受け身の運用の仕方ですね。一方でアクティブという運用については、現在投資信託自体はたくさんありますけれども、上場することは認められていません。上場しているもの、ETF としてのアクティブファンドというのは今現在は存在しません。ただ近い将来、ここ1、2年には東証に認められる予定となっています。ということで皆さんがよく初心者におすすめの指数連動型 ETF というと、どういった指数に連動しているかご覧いただいているものが日本株の中では多いと思います。例えばトピックス、JPX400、日経平均と並んでいますけれども、それぞれの銘柄数をご覧いただきますと、一番多いのはトピックスですね。2100銘柄以上あります。このトピックス、もともとは旧東証一部に含まれる銘柄すべてを網羅していたわけですけれども、ここに含まれる銘柄及び構成割合を100と置いたときに、JPX400 や日経平均がどれくらいの構成割合をカバーしているかというのをご覧いただきますと、まず JPX400、銘柄数はタイミングによって多少前後しますが、基本的には400銘柄。カバー率は 80% 近くとなっています。つまりトピックスの2100銘柄以上ある中でも、大きい銘柄、そしてクオリティ指標の高い銘柄を400銘柄集めてくると、トピックス構成割合のうち8割方をカバーできるというような形になっています。逆に言うと、含まれない1700銘柄は構成割合2割程度しかないということですね。そしてさらに銘柄数の少ない日経平均225銘柄ですけれども、こちらはトピックスや JPX400 とは違って独自の構成割合をとっています。上の2つの指数は各銘柄時価総額の比率に応じた構成割合となっていますけれども、日経平均に関してはミナス額面といって非常に特殊な構成割合の計算方法をとっている。それでもですね、70% 以上のカバー率を記録しているのは、そもそもコンセプトとして日本を代表する大型株を採用するというものになっているからですね。このあたりでやっとトピックスとのパフォーマンス差というのは多少現れてくるかなというところですね。よく NT 倍率という単語を聞きますけれども、日経平均とトピックスのパフォーマンス比率を取ったものですね。ただその NT 倍率というのも指数同士でどちらが割安かといったような見方はしますけれども、
トレンドとして片方が上がっているけど片方は下がっているというようなことはほとんど見られない。これらの指数はどれを選んでも大まかに言えば同じようなパフォーマンスを記録する傾向にあると言えるでしょう。こちらは東京証券取引所のサイトの ETF のページから抜粋したもので、どういった ETF の種類があるかというのをリストアップしてくれています。一番上のところですね、日本株、市場別というのを選びますと、一番ベーシックな ETF が出てきます。対象指標は先ほどご紹介したようなトピックスや日経平均、そして ETF の銘柄コード、名称が並んで、どこが運用しているか、運用会社の名前も入っています。そしてその横、信託報酬。こちらは運用会社が投資信託 ETF を運用する報酬ですね。手数料みたいなもんですけれども、この割合が皆さん投資信託や ETF を買った時に運用会社に支払うコストとなりますので、なるべく低いものを選ぶのが良いでしょう。先ほど運用の種類で申し上げたパッシブというファンド、このジャンルですと基本的には 0. 何%もしくは 0.0 何%の世界ですけれども、アクティブのファンドを選んでしまうと数%かかってくるものもあるのでご注意ください。トピックスに連動する ETF だと、だいたい 0.05% から 0.1% の範囲ですね。投資信託や ETF を買う際に一番最初に注意しなければいけないのはこのコストの部分です。そして中身の情報が見れるというふうに冒頭申し上げましたけれども、各銘柄のところの赤いボタンがついている iNav というところですね。この iNav というのは何を示しているかと言いますと、それぞれの ETF の中にいろんな銘柄が保有されているわけですけれども、それらをすべて時価評価したときに、この ETF の適正な理論価格というのを iNav と言います。ですので、例えば1306野村アセットのトピックス連動 ETF が理論価格 iNav が2万円なのに、マーケットで取引されている値段が2万100円だとすると100円分ずれているわけですね。そういう乖離が生じているときは、マーケットメーカーと言われる金融機関、ハイエナのように群がってきて適正価格に押し戻してくれます。そしてこのボタンからその ETF が持っている各銘柄、中身までアクセスすることができます。もしよろしければ一度ご覧になってみてください。さて ETF たくさんあるわけですけれども、トピックス連動の ETF というだけでこんなにもですね、たくさんの種類の ETF があります。なぜかというと、運用会社、有名なところからマイナーなところまで何個もある中で、それぞれの会社がトピックス連動の ETF を一つずつ出してくるからですね。あるいは一つじゃ物足りないところだと2つ3つ出してくる運用会社もあるということで、同じトピックス連動の ETF が何個も上がっているわけです。そしてスクロールしてようやく日経平均連動型の ETF が出てき始めましたけれども、キリがないのでこのあたりで止めておきますが、ちなみに日経平均連動の ETF だとトピックスよりも少しコスト、信託報酬が高いのがお分かりいただけると思います。それはですね、日経平均の指数、これを日経新聞社が使わせるときに、投資信託からコストが払われるわけですけれども、これが高いからですね。ただ、それでも 0.1% ぐらいなので、やはり運用資産がまだ小さい投資初心者の方については、こういった ETF や指数連動型の投資信託に積み立て投資を始めるというのは適した選択肢だと思います。今回問題視するというか、皆さんに聞いていただきたいところというのは、この上のタブでですね、テーマ別というところを選択してどんな ETF があるかご覧いただきますと、一番上は対象指標が東証配当フォーカス100指数、あまり聞き慣れない指数ですね。ファンドのコードは1698、日興アセットというところが運用しているもので、信託報酬、コストを見てみますと、年率で 0.28% と、トピックスや日経平均からは倍増以上となりました。ただ対象指標、名前にもありますように、配当にフォーカスしているといったものですね。一つ下2番目にリストアップされているのは、野村日本株高配当70という指数。これも配当に焦点を当てた指数となっています。それぞれですね、100とか70というふうに出ていますけれども、これはですね、基本的な構成銘柄数が100、もしくは70といったような指数ですね。これを運用している ETF。そしてもう少しスクロールしていきますと、トピックス除く金融という指数が並んでいて、これは個人投資家向けではなくて、金融機関向けの投資商品ですね。その下には MSCI 日本株最小分散、MSCI ジャパン高配当利回り指数といったものが出てきました。
配当だけではなくて分散、銘柄の組み合わせで最もパフォーマンスの上下が小さくなるような運用手法ですね。そういった少し数学チックなテーマの運用商品もあります。さて今回インデックス投資といっても先ほどご紹介したような一般的なトピックスや日経平均とは違って注意していただきたい種類の ETF、例としてですね、MSCI ジャパン高配当利回り指数というものを一つ取り上げて深掘りしていきたいと思います。ということで高配当のテーマに沿った ETF ですけれども、冒頭のお話でパッシブ運用型の ETF とアクティブ運用型の ETF、現時点ではパッシブ型しか認められていないけれども、後々ですね、アクティブのものも認められる予定というお話しましたけれども、そもそもですね、パッシブ型の ETF、指数さえあればいいので、極端な話をすれば、アクティブチックな銘柄を選別してくる指数というのを作ってしまえば、アクティブ運用みたいなパッシブの ETF ができるということをお話ししたいわけです。だいぶ極論的な言い方をしましたけれども、今回取り上げてみる指数としてご紹介した MSCI の日本株高配当指数。こちら構成銘柄数、高配当の指数の中でもかなり少ない方で40銘柄程度となっています。そうするとですね、この2つの情報だけで、特にですね、投資初心者の方見ると、たくさんの日本株銘柄がある中で、本当に高配当の40銘柄に絞って運用してくれているんだなというような印象を与えかねません。与えかねませんと言っている時点でそうじゃないと答えを出してしまっていますけれども、この指数がどのように作られているかというのを知っていればそんな風には思わないわけですね。この指数、まずは MSCI 日本株というところから始まります。その中で高配当の銘柄を絞っていくわけですけれども、一番最初にですね、MSCI 独自でクオリティ指標を各銘柄つけていて、クオリティの高い銘柄だけを選別してきます。その他にも配当成功であったり、自己資本比率、はたまた平均の配当利回りの差、各銘柄と日本株全体の平均の差、これが大きいかというのをスクリーニングしていく。これによって最終的に40銘柄に絞られるということですね。なるほど、配当だけではなくて、クオリティであったり財務状況、しっかりと健全な銘柄だけを厳選してくれているではないか、むしろ素晴らしいことじゃないかというふうに見えるんですけれども、問題はですね、MSCI 日本株という一番上のユニバース、これがですね、そもそも約250銘柄しかないところから始まっているわけです。先ほどトピックスは2100銘柄以上と申し上げましたけれども、そこから40銘柄絞ったわけではなくて、そもそもユニバースがかなり小さいところから選んでるということですね。250銘柄から40銘柄だったらそんなに厳選している感じでもないですし、単純に配当利回り高いものから選んでいった方がいいような感じもします。と申し上げましたけれども、実際ですね、40銘柄構成する指数を作るとかなりアクティブな動きになる。当然ですね、トピックスと比べると銘柄数は50分の1以下ですので、かなりアクティブチックな指数ができたと言い換えることができます。ただあくまで指数ですので、ルールを決めた上で銘柄を選択しなければならない。そして定期的に銘柄の入れ替えを行うわけですけれども、これがですね、ルールを決めている以上、機械的にならざるを得ないということですね。実際アクティブ運用の場合は、ファンドマネージャーという人間が投資銘柄構成比率というのを差配できるわけですけれども、指数の場合は機械的にならざるを得ません。そもそも MSCI の指数というのは2、5、8、11月に入れ替えを行いますけれども、例えば11月の入れ替え、40銘柄のうちの4銘柄が除外となり、新たに5銘柄が追加されるといったイベントがありました。ご覧いただいている表というのは、クオリティ、バリュー、グロース、そしてサイズ、テクニカルという、このチャンネル昔からご覧いただいている方でしたら、聞き覚えのある並びではないでしょうか。各銘柄5項目の銘柄特性、相対評価をしたものですね。そして一番右側には配当利回りつけていますけれども、4銘柄除外と5銘柄の組み入れの中で最も構成比率が高い。このイベントでインパクトが大きかった銘柄は除外の方、日本製鉄。これが構成比率 5% を超えていて売却が必要となり、一番右側配当利回りは 5.3% となっています。一方、新たに組み入れられる5銘柄の中で最も構成割合が高いのは東京エレクトロン、
きっちり 5% 組み入れとなっています。そして一番右側配当利回りをご覧いただきますと 3% ということで、皆さん何が言いたいかお分かりだと思いますが、高配当指数と銘打っているものに対して銘柄の入れ替えで機械的に行うと 5% の銘柄を除外して 3% の銘柄を組み入れることになってしまったわけです。この2銘柄がそれぞれ構成比率 5% と一番大きい入れ替えとなりました。それ以外はですね、1% から 0. 何%の銘柄ですので、そこまで大きなインパクトがなかったわけですけれども、新たに組み入れられる銘柄でご覧いただきたい特徴としては、グロース成長株というのが多いわけですね。そもそも東京エレクトロンと言いますと、半導体関連の銘柄、これを厳選40銘柄の指数の中に組み入れてくるとなると、MSCI 高配当指数だという名前だけを見て、高配当狙いのインデックス投資を目論んだ人が実際その中身を見ると、東京エレクトロンが 5% も入っているという投資信託をつかまされているわけですね。そしてその他にも東京エレクトロンの一つ上シャープが組み入れになっていますけれども、 MSCI のクオリティがどのように計算されるか明らかにはされていませんが、少なくともシャープのクオリティをですね、 ROE であったり自己資本比率計算してみてもあんまり高くはならないはず。そして右側の配当利回り見ても 4% 少しと、それぐらいの水準だったら他の銘柄でも見つかるだろうというようなレベルですね。こういうのを新規で選んできたり、逆に一番下の商船三井、これかなり高配当銘柄で話題になってからだいぶ経つのに、2022年の11月まで組み入れられてすらなかったのかということですね。しかもこの11月の組み入れでも東京エレクトロンは指数の 5% なのに、商船三井は 1.8% にとどまるということで、高配当指数の投資信託ですよと名前だけ見てもテーマ別のアクティブチックな選び方をしている指数というのは、こういった矛盾がたくさん生じている可能性があります。この11月の入れ替えで主役となった日本製鉄と東京エレクトロン株価の推移をご覧いただきますと、縦の点線11月30日が入れ替え基準日でしたけれども、ここからですね、青の日本製鉄はプラスの 37%、一方で黄色の東京エレクトロンはプラスの 3.7% と、ちょうど10倍のパフォーマンス差が出ました。足元最近でこそ成長株も盛り返してくる局面ありますが、基本的にはバリュー株、高配当銘柄中心に底堅い展開続く中で、上がる直前の日本製鉄を売却し、東京エレクトロンを組み入れるというような指数が存在するわけですね、実際に。しかも名前には高配当と銘打たれているわけです。もはやアクティブファンドが銘柄選別を失敗してパフォーマンス負けたのとあまり遜色ない。指数としては失敗作というより、一概にインデックス投資といっても指数の中では失敗する指数もある。こういったアクティブチックな指数には気をつけましょうという話ですね。先ほどから指数構成比率 5% 上限と申し上げていますけれども、一応指数は分散投資の観点から上限が 5% に設定されていますが、日本製鉄と東京エレクトロンはそれぞれ上限いっぱいの銘柄でした。そこで MSCI 高配当指数で 4% 以上の大きな構成比率となっている銘柄を並べますと、こちらですね。12銘柄ありますので、これだけで半分以上占めるわけですけれども、コード順に上から日本タバコ産業、三菱電機、トヨタ自動車と並んで、通信系 NTT や KDDI、ソフトバンクも入っています。ここで一番最初にご覧いただきたいのはサイズですね。時価総額、大きいものばかりが並んでいるというか、すべてが A 評価。最も大きい部類、誰もがご存知の超有名企業ばかりが並んでいます。この時点で高配当指数と言いながら大型株の指数という特徴も併せ持っている。なぜかというと、銘柄選別のスタートが MSCI 日本株の250銘柄からしか選ばれてないからです。そもそも250銘柄がほとんど大きい銘柄ばかりなわけですね。ということで、中古型株が強い局面が来ると、高配当云々関係なく負ける傾向になってしまいますね。割安な銘柄というのも多少散見されますが、グロース評価が高めの B 評価が中ほど並んでいるのも、先ほど申し上げたように高配当として
買いたいのに成長株を意図せず投資してしまうことになる一つの要因となります。そして一番右側、配当利回りのところをご覧いただきますと、一番上の日本タバコ産業 6.5% と一番下のソフトバンク 5.7% 以外は、言うて 3% 台、中には 2% 中盤の銘柄も入っている。米国債の利回りが 3%、4% を当たり前のように超えてくる中で、果たしてこの水準が高配当と言えるのか。単純に250銘柄大型株ばかり並べた中で、やれクオリティやら何個もスクリーニングをかけることによって最後に配当利回りの順番をつけてもですね、当然このような有名どころのそんなに配当利回りも無難なところしか並んでこない。こういった ETFテーマ型で、しかもトピックスや日経平均よりも高いコストを払って買うぐらいだったら、普通に高配当の銘柄を個別に選んでいって投資した方が、意図しない成長株への投資といったところは避けられるし、もっとより質の高い配当利回りも高い、そういった銘柄を投資することができるんではないでしょうか。ということで今回は何かと運用会社一生懸命指数を考えたりしますけれども、投資信託 ETF を買う前にはですね、ぜひ皆さんもどういった特徴の指数なのか、どういった構成銘柄の ETF 投資信託なのかというのを注意深く観察して、本当に投資目的、意図しているものと合致している運用商品であることが確認できれば選択肢として買うこともありかもしれませんけれども、指数の名前であったり ETF の名前、投資信託の名前だけで選ぶのは特にテーマ型のものについては注意が必要ですというお話でした。またこちらご覧いただいているように5項目、クオリティ、バリュー、グロース、サイズ、テクニカル、これをそれぞれ各銘柄相対評価して金額別モデルポートフォリオというのを今作ろうと考えているところです。具体的にはまた後日ご紹介したいと思いますので、そちらもよろしければ楽しみにしていただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。